で、キラダジョンです。というわけでね、今日はね、ナビ VS エレベートというわけでね、ウォームアップトーナメントの方でもね、勝ち上がってたブラジルのクランになってますね。ベルナウとか、元世界チャンピオンのクラッシュチャンプスが前身となったクランになっております。もちろんハードモードというわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。まあ一応ね、期間限定系のユニットたちにバランス調整が入った後での初の対戦にはなってるんですけど、当然ハードモードっていうところと大会に関しては、その辺の期間限定のユニットは使えない形になってるので、影響はそんなにないかなっていうところですかね。で、対戦相手の方が先行で、リターン型のユニットランチャーセット中でって感じですかね。ロイちゃんから始まるようですね。ロイちゃんはヘイストとエレクトロブーツでまずは削りを入れていくと。で、ハードモードなので、通常のモードよりもインビジブル気持ち多めということで5枚編成っていうのが入ってる形ですかね。ノーマルとかだとね、4枚とかが基本にはなってくるんだけど、ルートライダーと合わせるんだったら。ここもしっかり入れていきますが、この一瞬のね、1秒の、この差でも相当食らってしまうのが本当にきついですね。しっかりインビジブルかけて、ラス1まだ残ってますけど、つけずに回収。で、テスラスケルトン。援軍2回、すごい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 。6時もね、テスラ見えましたね。始まっていきます。援軍に対してはポイズンは打たずというところですね。結構ね、オーブンあるんで、置いてもいいかなっていうところであったんですけど、キングを6時テスラに合わせつつ、ユニットランチャーも本体の後ろに入れて、ガゴプリっていうところでウォーデンは、今回は、陸編成でも結構組み込むことがあるんですけど、スニージーの採用になってますね。シンプルに後衛ユニットとして、ずっと生き続けることができるみたいなところで、スニージーが結構刺さってるところは、刺さってるっていうか、ずーっと生き続けて動いてるっていうのが、シンプルに強いかなっていうところですかね。さあ、ユニットランチャーもどかどかいろんなユニットを飛ばしてくれています。さあ、ロイヤルチャンピオン捕まったところ、しっかりインビジブル延命。タウンホールの方は、これ、ガゴプリ向かってくれそうっすね。能力解放でタウンホール一気に突破しつつ、一応フェニックスもついてるっていうところでね、ある程度厳しい状態になっても、タウンホールは落とせそうですね。ロイヤルチャンピオンの方は、落ちました。3時もカードテスラ、12時もカードテスラですね。イエティ持ってきてるんだけど、これどこか何か使いたかった場所があったのかな、これは。ちょっとまだ見えてきてないですね。ここさすがにウォーデンも落ちて、スニージー。結構ヒーローがね、落ちちゃうとスニージー短期だとなかなか厳しいねっていうところが多いですね。裏からイエティ展開で、迫撃とか、水塔とかこの辺、潰しつつっていう感じだったのかな。締めのこの区画が火力が高くないので、施設を取りつつ中の施設を取れるよねっていうところでのイエティ採用になってんのかな。スーパーバーバリアン3体ちょいみたいな割合なんだけど、スーパーバーバリアン3体ポンポンポンって置くだけじゃ、ね、中のウィズと迫撃砲って壊せないで外だけで終わるんだけど、イエティならワンチャン中取れるよねっていうところでのイエティ採用かな。そう考えると今のイエティのね、締めは結構うまいかなっていうところでしたが、本体の方がね、ちょっと伸びきらずっていう形で、ヤッターくんこちらもインビジブル5枚型、まずはロイちゃん削りというところで、ちょっとインビジブル外れましたが、戻ってくれて、行きたい方向へ進んでくれましたと。強いな、それ。綺麗に入った。フォックスがね、結構 HP、ギリギリなんですが、ここ耐えてくれたのでかいけど、巨爆ヒットでもうこれは、自分のタイミングでインビジブル出るようになりましたね。ナイス。ラスイチも同じところ打ちたいかな。裏からウィズと取りに行ったら、ビクスケ出たので、ここはバルキリーも追加して9時カット。上からクイーンを、ジャイアントアローでインビジブルターンの解除しつつ、タウンホール側からのルートライダーインですね。で、キングと東海弊社もサイドカットに合わせていくような形。面白い。
フリーズとかインビジブルとかね、そういう補助系の呪文がもうないですね。ここから2枚あるうちの1枚のレイジを打って、ストライカー節の1機のトームをここで入れていきます。相手のヒーローがね、ノーマルモードよりもハードモードの方がね、圧倒的に処理が大変なので、ルートライダー編成とかで結構相手のヒーローを無視して進むことも多いんですけど、しっかりストライカー合わせてロイちゃんがヒーラーついてくることでなんとか耐えてるんですけど、クロスボウに打ち勝ちましたね。危な。そしてロケットスピア型というところだったので、ターゲットもね、クロスボウ1機だったので、ギリギリ耐え切って、裏からは、これが最後のレイジと。で、ガゴプリの処理ができてないので、ここはしっかりポイズン合わせてあげる。アクションフィギュアだっけから出てきたギガジャイアント。ジャイアントさんも強いですね。最初に撃ったのにまだ生きてる。英語だとね、これジャイアントって呼ぶんで、これ。変な名前付けられたよね。おー。ルートライダーとクイーンが生き残っての前回ガーサス。パトリーニョ。インビジブル5発型のルートライダー編成。結構もう本当にハードモードは使われる編成が決まってて、基本この編成が多くて、次にドラゴンのインビジブルロイヤルチャンピオンが多くて、遠く離れたところにファイヤーボールみたいな感じの位置づけになってる感じは、見てるだけですが思いますね。今回は、ロイちゃんの誘導用のインビジブルも入れていくような形でしたが、かなりうまいこと、ルート作りできてるね。うまい。ヘイストも込みで入っていって、ここは破壊はいかず、レイジタワーも乗った大工ついてるんでね、ハードモードだと落とせないんじゃないかな、今の。ここもかなり狭い面を作ってからのルートライダー発進ですね。で、同じように、ここもオーデンにスニージーつけて、ガゴプリ採用という形で、クランによって結構特色出ることが多いんですけど、今回も同じような編成が1本目、2本目同じように来てますね。ポイズン採用してない形ですね、これ。ロイヤルチャンピオンを本体として入れていくので、タイタンみたいな役割をしてくれるっていうことで、相手の援軍に対してそんなにケアする必要がないかなというところでのっていうところかな。ガゴプリもね、空に対して対応してくれるので、その辺も強気に出たところかなとは思うんですけど、ジャイアントかなり来てくれるのもね、こういったところ単体系の施設には強いですね。ギアターとか。ロイちゃん隠れて上側、ストライカーのサポート入りましたが、二手に分かれたところと、オーバーグローがね、真ん中ぶっ刺したので、二手に分かりやすかったっていうところと、現れたところでめった打ちというところで、これは防衛ができそうですね。かなりいい防衛になりそうかな。スニージーが、オーデンを失って、レイジ状態になっています。ただこれずっとターゲット内側で取れてるんで、この辺、ユニットランチャーの強み出てますね。ヒーラーもついてるんで、結構ね、しんどい、龍炎砲の攻撃ずーっとかかってたんだけど。スニージ強えな。ここでホーミングテスラで、が、ずーっとレイジー状態になってるのも結構強いね、これね。いや、だいぶ伸びてんな。なんか、結構内側ですぐ溶けるような感じだったんだけど、内側のイエティヒーラーとスニージーによって相当伸びてますね、これ。で、ガゴプリフェニックスの方もね、下側結構伸びてまして、イエティはやられる。フェニックス伸びてるね。スニージーも伸びてます。すごい。時間あったら、前回まではいけないにしろ、結構伸びたっすね。額も同じ編成ですが、ヒーラーが1枚多い形になってますかね。透過弊社セット。いいね。この通常施設にもがっつりかかるの結構偉いんだよな。サイドカットね、簡単にできるっていうところで、ここはスキップのインビジブルを打っていって、モノリスからの一瞬のターゲットだけでこんな入ったん。
やってられないね、こんなの。外広がって姿見えるんですけど、ここは、インビジブル一応かけました。テスラも出てきたところ。入っていって、しっかりタイミング完璧、ヘイスト使って外広がる形になりそうですが、タイミング完璧だね、これも。ここで回収入れていきます。インビジブル1枚あるんだけどね。本体のルートと被ってるっていうところと、トルネードずーっとくるくるね、回るだけなので、インビジブルのね、無駄になっちゃうので、今回は打たず、ガゴプリではなくキング型で外周部っていうところですね。キングに関してはヘビとサッカーボールっていうところで、本当に最近ヘビの採用がハードモードでは流行ってるって感じかな。さあ、レイジドーム、いい形。しっかり相手のヒーローにもストライカー当てつつ、東海弊社のね、範囲で、大量のユニットの生み出しと、このヘビっていうところで、結構外周部がね、範囲ダメージに弱い施設の組み合わせになってるとぶっ刺さりますね。ここもね、ヘビプラス、内側のタゲと外側のね、バルキリーたちで、キングがずっと延命されてるのもいいですね。で、中央に関してはオーバーグローでユニットを延命しつつ、ルート強制、クイーン内側、これは黒く打ちたいところ、クイーンの中身は、ミラーとジャイ人形ですね。で、東海弊社のペッカーたちも内側2枚、両方来てる。これすごいね、ユニットの残り量。ロイヤルチャンピオンインビジブル化してて、まだインビジブル1枚。ペッカたちもここ内側で入ってきてんのめちゃめちゃ強い。かなり余力あるね、これ。素晴らしい。ラストインビジブル合わせて、あれなんか9時にある。余力すごいね、これ。4ヒーロー全部残りか。素晴らしい。4ヒーロー残りでの全開が刺す。いや、今のね、相当いいアタックですね。さあ、対戦相手は、もう変わんないっすね。ガゴプリ型のロイヤルチャンピオン削りから入るルートライダー編成というところ。まずは、ここ、ロイヤルチャンピオンで削りを入れなきゃいけないところなので、丁寧に入っていきます。遊園砲2本がね、ここ狙えそうっていうところで入ってきましたが、しっかり取れそうですね、これ。決まればさすがにもう相当バックアドなので、これクロスまで取りに行きそうですね。取れるなら取りたいなって感じで。ここは回収をして、どこから来る？こっちからスニゴブ採用。から、アイゴレヒーラースタート始まります。キングからの10日弊社を採用しつつ、クイーンがいないんだ、今回。だからスニゴブカットしたんだね。で、相手のガゴプリ結構ね、ヒーローで処理しないといけないところなので、ガゴプリのいるところからね、スタートできるっていうのも結構いいところですね。今タイタネスとかもさ、結構空に攻撃できなくなってから、ガゴプリがしんどくなったんだけど、ってなると、入りの角度っていうのをできればガゴプリの処理もね、ある程度、どういう形で処理するかっていうのを決めながら攻めていくことが、僕は結構多いんだけど、ガゴプリ、なんか迷った時ガゴプリがすぐね、処理できるところから入るとね、あのユニットも強いんだけど、同じような感じでね、なんか、ルート決めるときに迷ったら、ガゴプリ早めに処理できそうみたいなところはね、ハードモードとかだと結構大きい要素になってくるのかもしれないですね。シンプルに形が綺麗かどうかの方が優先事項としてはでかいんだけど、全く同じで、シンメトリー配置とかになったら、そこを選んだ方が良さそう。ロイヤルチャンピオン、すごいね。ボム食らってぶっ飛んで HP めっちゃ持ってかれました。あとは6時区画のみ、マルチ長弾。フェニックスモード中にガゴプリホーミングヒットして、どうこれ。空飛んでる人たちが落とせないか。スニージー強いな、やっぱり。陸ユニットはね、ほぼほぼ解けたんですけど、フェニックスプラス、もう陸は全部死んだわ。ヒーローペットのみだ。惜しいね、防衛も。さあ、カズマくんも、ルートライダーなんだけど、
キングクイーン採用でガゴプリは採用してない形、ヒーラー5枚というところですね。まあ、両者似たような編成なんだけど、ちょっとずつ違うところがあるっていうところで、面白いですね。結構このヒーラー1枚の差とか結構ね、14枠になってくるので、変わりあるよね。でガゴプリ採用はまあ、見るからに大きい差なんだけど。おー、これは、モノリス取れちゃうね。美味しいな、それは。イメージ、なんだろう、ルート作る上ではこっち行った方が作りやすそうなんだけど、モノリス取れんならまあ、ありがたくいただきときましょうかって感じで。まあ、残ったは残ったで、まあちょっとだるいはだるいけど、綺麗にここはポイズン使って丁寧に処理をしていきます。で、ウィズ島の方にもスーパーバーバリアン、援軍にはアイゴレ出てきたところ、ババウィズカット。反対からいきます。あ、この入りするならちょっとモノリス折れてんのは楽かもしれない。まあ、ちょっとね、形変えてるかもしれないけどね、入りの。クイーンに関しては、ちょっと捕まっているテスラモリ、10日弊社プラスキングのサポートも入れて、クイーンはさっきガクが使ってたのと同じですね。まあ、この組み合わせ強いんかな。レジェンド使ってみたけど結構強いわ。まあ、ちょっとタイタネス環境なんでインビジブルタワー増えたんで、ジャイアントアローに戻したんですけど、このね、ジャイ人形を最大限活かすにはこのミラーとアセンノが結構強いなって思いました。でキングの方はクエイクブーツ採用ですね。ちょっとハードモードでの採用かなり減ってたんだけど、ここは穴を開けてってことで、クイーンとね、東海弊社のユニットたちがね、一緒に進んで合流できてますね。まあちょっとこの、ロイちゃんで借り残した反対向きの龍炎砲っていうのが、こうなると終盤ちょっと厳しくなってくるか。ただ残ってるユニットの量がエグすぎるな。東海弊社からバルキリ、そしてフェッカも2体生き残ってて、中央の方もね、ジャイアントとルートライダー結構残ってると。で、スニジーもね、残ってるんで、ここからね、後ろからユニットを生み出し続けて、ちょこちょこターゲットとかもね、ブラしつつ、まあ、さっきの配置と若干似てるような6軸なんだけど、長弾プラスマルチ IT っていう区画ね。もうこの63区12の奇数稼働は結構こういう長弾マルチみたいなところは多く使われそうですが、今回も余力を持ったナイス全開強すぎるね。3連全開強すぎるなマジで。さあここで初めてドラゴン採用ベルナウ。もはやこの編成が珍しいになってしまってるぐらいルートライダーがね、やっぱ今強いかなって感じですね。まずはロイちゃんで削りを入れていくんだけど、これ本当にね、HP 管理が難しいからね。タイミング完璧。しっかりモノリスの方に戻ってって、ヒーローホールも隠したことでフォックスがね、近い位置取ることができています。さあ、アイゴレ出たところで反対サイドに釣ろうと思ったらテスラ。なんかさっきも角テスラあったんだけど、僕はバルーンで削りつつ援軍を動かしていきます。インビジブル。さあ、ここで能力解放。バルキリー使ってアイゴレ寄せていきますね。ちょっとこれアイゴレに釣られたら大変だけど、アイゴレじゃないや、バルキリーバネで飛んでったね。ただ釣られず、これはタウンホールまで行ったのこっからすごいな。で、ドラゴン並行とともにインビジブルしっかり打って、いやー、爆伸び。さあ、角度変えて、6時からはキングトーカー弊社、クイーンがいない形ですね。クイーン採用しない編成とかはもう、すごいね。クイーンが解雇されるって、タウンホール9をやってた人たちにね、タウンホール9が全盛期だった僕に教えてあげたい。アチャクイーン外される時代来るぜって。こんなわけないやろってなる。おお。まあ、空はな、そんな固まってんなら対空砲壊せなくても、まあ、ナイスって感じではありますが、ロケバル対策になってるのかな、今のは。素晴らしいね、今のトラップ。こういうところがね、やっぱプロの配置の面白いところだよね。ランニングを崩すための
トラップっていうところ結構ぶっ刺さってますね。さあ、ここガゴプリ対決のところボム入る。ドラゴンの残り量がすごいのと、6時から9時にかけてキング採用したことで、10日弊社と合わせて結構生き残ってますね、こっちも。終点単体施設しか取れないギアタワー残して、ユニットの残り量がすごい。ハイレベルすぎるな、この対戦。さあ、星さんも同じ編成、ヒーラー5体型のルトライダーで、ガゴプリ採用してますね。さあ、まずはロイヤルチャンピオン削りから。インビジブル。おー、トルネ巨爆。これは、ギリギリですけど、HP やばすぎる。うわぁ。被弾なしでトルネのダメージだけで相当持ってかれた感じが。回復間に合わないぐらい。さあ、巨爆、能力使っていって、うわ、固まってんな、これ。巨爆インビジブル結構多かったね、今回。5枚型ではなく相当割いてるな、これ。レイジとリターンの呪文しかもう残ってないぐらいの感じになってるので。ちょっとこれはさすがに厳しそうですかね。さあ、ウィザードカットを藤下のところ入れて、エングに関してはアーチャーで動かしていく対応うまい。ポイズン内にね、しっかり入れ続けると。ロケバル残った。けど対応できるユニットがいないもんな。ガゴとかベビとか。6時10日弊社から本体発進。さあ、もうトームも入れて、ヒーリングトーム型ですね。入れていきます。さあ、バルーンからのガゴプリ採用で、短期のガゴプリ。おー、なるほど。ちょっとクイーンそれちゃいましたね。本体の後ろにはつかず。さあ、ここクイーンはリターンで回収していって本体の後ろに戻していきます。が、ちょっとタウンホールにボールブレーカーもないし、向かわせることができない。さあ、能力発動でジャイアントとクイーンが分かれます。インビジブル追加。さあ、HP がね、半分切ったので、ここは。範囲ダメージすごいな、これ、ジャイアント。壁割りダメージも追加されていきますが、クイーンが落とされている。クイーンが生きてて、後ろにつければタウンホールギリギリワンチャンみたいな感じではありましたが。珍しいですね。星3の星1というところで。73% 終了です。ちょっとあまりにもね、厳しいロイヤルチャンピオンの落ち方でしたね。これはクエイク2発敗北ですね、これ。編成めっちゃロイちゃんなんだけど。クエイク入ってて、ロケバルカットも見ていきましたが失敗で、ここでファイヤーボール入れていく。うわー、爆アドすぎるな、それ。鬼のアドバンテージ。ここから10日弊社6時。ホーミングヒーラー落としていくのナイス。おー、すごいな、ホーミング。ありそう、まだ。おー。ホーミングチェックのヒーラーは逆に言うと落とすことができたんだけど。あんなに外側置いてたらもうないかな、そらはな。どうだろう。キングトーカー流しつつ、ファンホール結構残した感じですね。こういうかけ方するんだ。レイジターンのところかけていきます。前回か星1かみたいなね、相手目線。こっちがね、星1取らなかったら、ずっと負けてた展開なので、そういう結構リスクのある
プランニングをしてたみたいですね。星3がね、最低で、なんだろうな、星2でだったとしても相手の逆転がね、もう最初2個けから入ってるので、前回以外意味がないので、まあ相当リスクあってもいいよねっていう状況なので、こういうタウンホール終点のプランを選んでるのかなと思います。さあ、終点プランしっかりタウンホールのところまで集まっていく。キングの方も能力発動させつつ、いやー、3ヒーロー残って、タウンホール裏も、ウィズトートテスラだけじゃちょっと止まらないですね。ヘビ強いな、これ。まあ、ファイヤーボールぶっ刺さりだったしね。ナイス全開。さあ、クラウス同じ編成ですね。ヒーラーは4体というところで、結構ナビのアタックが5体型が多かったんですが、バルキリーも7体とか積むんだね。ちょっとフォックスが出遅れてますが、ここは追いついてくれて、テスラ美味しいな、もはや。リクスケに反応しないようにね、うまいですね。しっかりアーチャーで。こういった気配りが結構大事なんだけど。これすごいいいとこ入ってるな。あと1枚しかないのが、まあ、さすがにか。あと1枚しかないからもう、取りたいとこだけ取って終わりにしましたね。もっとインビジブルだったらね、結構美味しいところ取れそうだったんだけど、そういう編成じゃないので、まあもう十分ですよと。もうサイドカットができているので、ここは、綺麗にまっすぐ突き進む形ですね。中央突破。まあどっちにしても中央ね、本体たちでぶつかれる施設になってるから、まあそんなに無理して取りに行くような場所ではなかったと。で、ここはオーバーグローもかけていきましたね。ならなおさら取る必要ないね。さあ、キングに対して、キングストライカー合わせつつ、マルチアーチャータワーがね、潰れるタイミングかつ、ターゲットもしっかり確認してからのストライカー。あれ焦って早めに出して溶かすのがね、一番しょうもないからね、素晴らしいですね。援軍はホグバルキリーが駆けつけています。で、ここで中央トーム、オーバーグローが解けるタイミングも完璧で、そこにしっかりレイジを合わせていく。タイミング完璧ですね。裏からスーパーバーバリアンラッシュ。漢字がね、この辺もテスラなければガゴね、1枚投げてたんだけど、なかった時のアドバンテージがすごすぎるんで、本当に。出して、まあ出し力なんでね、あったらあったでいいので別に。この辺までしっかり考えられてますね。さあ、ここは、IT だけでも結構減るね。インフェルノ強いな、これ。結構減るね。マルチにフリーズ打ちたかったっすね。思ったよりも減りましたね。ただ、ユニットの残り量多いのと、やっぱこの、アクションフィギュア強いっすね。終点の、そんな火力の高くないね、施設たちならジャイアントでタゲ取りもできるし、ジャイ自身が範囲ダメージで、リクスケとかも倒せるのも強いところなんですよね。ナイス旋回。というわけでね、終わりました。13対13ですが、星数はそうだね。星数は同点なんですけど、破壊率の方がね、高かったっていうところと、星3のがね、ちょっとリカバリーの難しい事故り方をしてしまったので、飲み悩み、まさかの逆転敗北と。通常のクラン相手ならね、13点取ったところでね、もう星1になっても勝てるような相手だったんですけど、対戦相手がね、非常に強かったというところで、あの状況からもね、諦めることなく逆転してきたところはさすが元世界チャンピオンかなというところでしたね。シンプルにね、レベルの高い楽しい対戦だったかなと思います。ハードモードでこんなたくさんの全開見れないですからね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。